た時にこの敵を倒すんだというふうに狂気を持った時に日本人は結構やばいんですよね。X でイーロン・マスクに亡くなると言われている日本やけど、腐った政治も SNS でポチポチガス抜きして終わり、弱い日本人が大和魂を取り戻すしかないと思ったり、ひろゆき考える日本を好転させる抜本的な方法は、巨大な敵がいることじゃないですかね。結局ある程度ダラダラとゆっくり沈んでいくっていう形でいくと多分本当に沈んでしまうので、何か敵がいた時にこの敵を倒すんだというふうに狂気を持った時に日本人は結構やばいんですよね。日本が軍国主義になることを東南アジアの国々は堅くなに恐れるのですよ。で今の日本人の人たちっていやいや日本人ってそんな平和を望む国民だから別になんか自衛隊とかがいくら強くなっても他の国攻めようなんて全然思わないよっていう風に心の底から思ってると思うんですけど、ガチで日本人に攻められた国って日本人やべえって思ってる国結構多いんですよ。テロリストの攻撃を未だに英語圏では神風と呼ぶんですよ。でなぜ神風という日本語を英語化したかっていうと、そんなことやるやつは日本人ぐらいしかいなかったんですよ。人類の10万年の歴史の中でいろんな戦闘の方法のやり方というのを開発されたんだけど、戦略的に神風をやった特攻隊をやったやつらっていう軍隊はマジ日本しかいなかったんですよ。でいまだにじゃあテロリストがゲリラとしてテロとして神風をやることはあるんですけど、今のところ軍隊で神風を組織的にやってるとこ日本だけなんですよ。他の国から考えたらいやいや死ねって命令おかしくないっていう至極当たり前の結論に至るんですよ。だって死にたくないでしょって、家族とかいるから普通死なないよねって時にはいあなた方死んでくださいって言われて分かりましたって言って死んでくるっていう、どういうことってどんな訓練したらそんなことになるのみたいな、みんな薬中かなんかなのみたいな。まあ確かにヒロポンとか飲ませたりしたんだけど、でも死んでこいって言われて俺死んでくるっすっていうそんな訓練どうやったらできるのっていうのが未だに分からないんですよ他の国は。でも日本人っていやいやあの時代はおかしいんだよそんなこと日本人もうやんないよって言ってるんですけど、次に英語の辞書に載った日本語の単語で過労死っていうのがあるんですよ。過労死ってそのまま英語の辞書に載ってるんですけど、なんでそのまま載ってるかっていうと他の国にそんな現象がないからなんですよ。過労死というのは会社員が仕事をしすぎて死ぬんですよ。普通お金をもらうために人は働いてて、労働基準法とかどの国でもあって8時間働いたら家帰って飯食って風呂入ってで土日は休むっていうのがあるんですけど、なぜか日本人は残業本来違法である残業を12時間とか16時間とか働いたりして月に200時間以上残業するとかで死ぬんですよ。死ぬまで働くっておかしくね？他の国はいやいや死ぬまで働くとかないからみたいな。アメリカとかでめちゃくちゃ金稼いでるやつが死ぬことはあるんですよ。ウォール街とかでなんか年収5000万円みたいな人が株の取引とかを朝までずっとやってそこの打ち合わせとかもやってうつ病になって自殺しましたとかっていうめちゃめちゃ金稼いでるやつが頭おかしくなって死ぬのはまあそれぐらい金稼いでたら仕事楽しいからやるよねわかるんですよ。日本って年収400万円の人が過労死するんですよ。いやいや400万円の子のために死ぬのみたいな、他の国から全く理解できないんですよ。でも日本人の中でまあ確かに残業しろって言われたらするよねとか、じゃあ仕事で締め切りがあったらまあそれは土日も行って働くよね、しょうがないよね、このねしょうがないよねっていうキーワードで納得できる国民性っていうのが多分日本以外いないんですよね。なので日本がこれやらなきゃいけないよね、しょうがないよね、ベトナムと日本戦争します、ベトナム人殺さなきゃいけないよね、しょうがないよね、あははって言って16時間人を殺し続けるみたいなのを日本人はやるんじゃないかと思われてるんですけど、僕もしょうがないよねって言ったらやるんじゃないかと僕も思ってます。っていうぐらい日本人やべえっていうのが割と他の国には認識されてるんですけど、でも日本人は日本人がやばいってあんまり思ってないんですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。